はい、きなこの部屋へようこそ。きなこスペシャリストのせいこです。この再生リストは私が話をしたいことを話すという単純な再生リストなんですけど、だいたいきなこにまつわること、きなこに関わることをお話ししていくものです。そして今日もきなこに関わることをお話しするんですけど、多分今日の内容は皆さんの生活を本当に少し豊かにするんではないかと思っていますはい、じゃあ今日話すことはあなたの知らないきなこ餅について話したいと思います。きなこ餅は知ってますね。みんな食べると思うんですけど、もうすぐお正月シーズンも来るし食べる時期かなと思うんですけど、今日私が話をしたいのは、どこどこで売ってるきなこ餅は美味しいよとか、裏技の食べ方とかそういう話ではないです。本当にきなこ餅の話、家庭で食べるきなこ餅のお話をしたいと思います。でもう伝えたいのはもうこれ一つです。きなこの種類によってきなこ餅は結構違うよってことなんですけど、もうね作ってみましたほらこれ全部きなこ餅。きなこ餅は分かりますよね。きなこをねまぶしてあるお餅なわけなんですけどね、これ全部きなこなんですよね。全然違うでしょ。これ一個一個ちょっとね紹介を簡単にしていきたいと思うんですけど、皆さんのきなこは何だと思う？どれだと思います？きなこ餅、あなたが想像するきなこ餅ね。おそらく、これとこれはちょっと違いが分かりづらいかもしれないんだけど、これが私がよく食べるきなこ餅ですっていう人が多いと思うんですよ。だけどね、面白いことにいやきなこ餅ってこれだからっていうね国民もいるのね。どうですか？多分ねこっち派の人もね結構強いんだよな、意見が。絶対こっちでしょってうぐいすきなこね。今日はそんな話をしていきたいと思います。はい、ちょっと座ります。疲れた。そもそもきなこって何かっていうと復習ですけど、大豆をいって粉にしたものがきなこなんですね。これ全部きなこなんです。大豆をいって粉にしてあるんだけど、なんでこんなに違うのかっていうと、その大豆の種類と製法によってこんなに違いが出るんですね。本当はもっといろいろ違うんだけど、これは分かりやすいと思って今日5種類用意してみました。ちなみにこの最初の3つは品種の違いでこんなに違います。そしてこの最後の2つ、こっち側の2つは製法によってこんなに違うんで紹介をしてきますね。まずこっちのねきなこっていうのは結構一番皆さんが見るかなと思うんですけど、普通の大豆を使っていって粉にしてあるもの、普通の大豆って言っても種類たくさんあるんだけど、こんな風になりますね。これが多分一番きなこっていうイメージに近いかなと思うんですけど、地域によってはこのうぐいすきなこがきなこ餅ですっていうところもあるんですね。このうぐいすきなこは何が違うかというと、品種が青大豆っていうのを使ってます。青だけど緑ですよね。ちょっときなこだけ用意したんだけど、こんな感じ。結構緑ですね。これがスタンダードなきなこっていう地域もあります。皆さんどうかな？でネットで面白い記事があったのでちょっと書いてみたんですけど、きなこって何色ですかっていう質問をしたらこんな結果になったっていうのがありました。書いてみた。ほとんどの人が黄色って答えるんだけど 5% の人は緑と答えるとちょっと曲がってると思うんですけど、わかるね。皆さんはどうですか？でこれは結構地域性があるみたいなんですけど、東北の方とか北海道の地域の方は緑って答える方が多めだったようです。あとはどちらも流通してる地域もあるみたいなんですけど、これは産地ですね。大豆の産地によって取れる取れないがあるからこういうばらつきがあるんだけど、西の方でもね広島の方ですとかは結構このうぐいすきなこを食べるみたい。青大豆どうでしょう。でね、私が思う違い、普通のきなことの違いなんですけど、そうですね、肌感、これも本当にメーカーさんの製法にもよるんだけど、溶けが細かいのが多いですね。そういう風に製法するところが多いかなって思うのと、あとミルキーな味がするところもあるし、結構枝豆っぽい味、枝豆スナックみたいな味があるものもあります。ちょっと塩気を感じるきなこもあったりするんですけど、そうね、栄養成分としては脂肪が若干少なめですね。
大豆って、炭水化物、タンパク質、脂質がだいたい35% くらいの割合で入ってるんだけど、この青大豆を使ったものっていうのはちょっと脂質は少なめですね。だからそれが味の違いにも出てくるわけなんですよね。そうそう、あとは流通量がちょっと少なめだから少しお高いかなっていう感じはあります。ぜひ試してみてください。青大豆でした。そして2番目の餅、3番目の餅、これね、これ黒大豆を使ったものなんですけど、ちょっと黒いの分かりますか？餅にしちゃってるけどさ、普通の大豆と比べるとこんな感じでね違うんですけど、一番のその違いっていうのは皮の色ですよね。黒い皮に含まれるアントシアニンっていう色素成分がこの黒を生み出してるわけなんですけど、味の違いはね、結構その黒大豆の中の品種にもよりますから、結構バラバラっていうのが私の肌感です。たくさん食べたけど。で、目を閉じたら普通の大豆と全く変わんないようなものもあるし、特徴的な味もあります。甘さが全然ないものだったりとかがあるかなっていう感じはするんですけど、栄養的な違いはやっぱりこの皮の色ね、アントシアニンっていう色素があるので、この黒い色っていうのがね、抗酸化作用があるんですって。だからアンチエイジングに良いというふうにも言われています。そして出回る量がちょっと少ないから、これもちょっと効果かなっていう感じですね。って言ってもそんなにね、きな粉は結構安価なのでお試しあれっていう感じです。はい。で、さっきも言ったこの2つっていうのは製法が違うわけなんですけど、こっちをね、京きな粉っていうふうに言います。京きな粉聞いたことあります？京都の京に、きな粉なんですけど、別に京都の豆を使うから京きな粉っていうわけじゃないんですよ。製法みたい。ものすごく溶けが細かいっていうのと、あとはいってます。深くいってる。深入り溶けいい、それが京きな粉みたいなんですよね。なんで北海道の大豆を使った京きな粉っていうのも結構売られています。そして溶けがいい、かなり滑らかなんで、もうザラザラ感が全くないんですよ。だからね、和菓子に使われたりもする。これも美味しいね。そして最後、これはね、焦がしきな粉っていうんですけど、めっちゃすごいですよね。もうさ、もう歴然なんだけど、普通のやつに比べたらもうこれはさ、コーヒーっていう感じじゃないですか。味もそんな感じなんだけど、これは製法が、普通のきな粉を作った後にまたいるというか、きな粉をまたいるんですよ。そしてもっと熱を入れて焦がしていくっていう感じなんですね。そうするとやっぱりもう深いの、もうねコーヒーみたいな味がします。でもうね、いろいろ、もうこの焦がしきな粉でもたくさん種類というか、いろんなメーカーさんが出してたりするんだけど、今日これ使ったのは富沢商店の焦がしきな粉ってやつを使ったんだけど、一番焦げてます。もうね本当にコーヒーで香ばしくて、でこの前きなこ会っていうのをやった時に、きなこテイスティングイベントをやった時に、もうね、これはコーヒーでいけると、デカフェのコーヒーでいけるっていう風に言った方もいらっしゃって、本当にいけるんじゃないかと思いますね正直初めてきなこ餅にしてみましたっていう感じで、たくさん味わえるわけです。こうやってやると映えるでしょ。なんできなこスペシャリストからの提案なんですけど、これからお正月が来るじゃないですか。でもぜひ2種類以上のきな粉買って試してみてほしいんです。味も違うしね。そうそう、もう楽しいからね。で、あとちなみにきなこ餅の割合なんですけど、私がおすすめするというか、私がよく食べてるきなこ餅のきな粉とお砂糖とお塩の割合なんですけど、このお餅一つに、きな粉大さじ1、お砂糖大さじ1/2、そして塩は1つまみです。それはもう適当。もうこれが私の中でベストですけど、お好みでそんな感じかなっていう感じで、もう今日はきなこ餅の話をしました。もう早く食べたいってことで、今日は終わりにします。聞いてくださいましてありがとうございました。食べてみてね。バイバイ。